豚鶏で分けて最後に合わす。これをやるやらないだけでやっぱり全然違うんですよ、豚の下支えとか、コクの部分がやっぱりここをやり始めたのがやっぱりその昨日話した品そば屋のあれからこれやってるんですよ。自分で掴みに行ったんすよね結局。この人しか作れないラーメンみたいなものを追求していきたいですね。この人じゃないといけないっていう人になりたいですね。いやーそんなことはないですね。そんなことない。名前だけ先走っちゃってた感ありますね。それはもう自分でも分かってました。なんか過大評価でしたね。それってどこで感じるんですか？なんか自分で食べても思うし、僕の醤油ラーメン最初の頃はやっぱりしょっぱかったです。醤油がこうガツンってくるんだけどやっぱりちょっと強すぎるなっていうのは自分でも思ってましたし、そこでやっぱり品そば屋リスペクトとかのラーメンの企画やらせてもらって、あこういうことだなとかいろいろな学びがあった。うわでかっ。掃除して下茹でして掃除してもう一回今回から冷凍してますけど、豚鶏で分けて最後に合わす。これをやるやらないだけでやっぱり全然違うんですよ、豚の下支えとか、コクの部分がやっぱりここをやり始めたのがやっぱりその昨日話した品そば屋のあれからこれやってるんですよ。あれの企画をやらせてもらって思ったのはもうその当時からこういうことをやってたんだなっていうのはすごいなって思いましたね。しおりさんも食べに来てくれましたし、自分の独立してからのいい分岐点になったんじゃないかなっていう企画でしたね。今実家も継いでお店やったり、淵野目でも南州ラーメン2代目南州ラーメン神奈川やったり、実質今3店舗やってますけど、結局この人しか作れないラーメンみたいなものを追求していきたいですね。はいどうも。ありがとうございます。うわ。すみません。おはようございます。あそこじゃないですね。もう AI の住所に従っていったらもうやっぱダメですね。そのまましばらくなんか太陽を見たりしてください。創業はここじゃないですもんね。ここじゃないです。あそこです。あっち2番目、あっちから1番目。次ここ。次ここですもんね。でここにはまだ何にもないっていう。これが小麦粉じゃないじゃないですか。本当に何もないですね。金曜日着工です。
あ、そっちが厨房なんですね。長いんで、こっちにする。なるほどなるほど。で、ここにカウンター。テーブル3つぐらい。なるほど。相模原がいいっすね。ここの地で、ちゃんと結果残してきたんで、8年間。でも、金はめっちゃかかりますよ。メンザブロー最初やった時の 3倍ぐらいかかるんですね。借り入れも多分3倍ぐらいしてるし。1回全部返してるんで、でもそこの信用はあったんだと思います。お金はもう別に返していけばいいんで、借りないと商売できないんですよ。あっちがあってのここやるっていう方がなんかいいじゃないですか。鹿児島にもあるんだっていうのがやってみないと分かんないんで、何らかの形でやりたいなとずっと思ってたんですよね。もともと帰るつもりでしたし、なのでその中華料理最初平地の入って中華の技術を覚えて、で実家帰って実家で中華料理屋とかしようかなとも思ってたし、それがもうやっぱりこっちで自分でやってみたいってなって、中村免三郎商店に開業して軌道にも乗ってお客さんも来ていただけるようになったんで、それでも突然親父が5年前倒れたんで脳梗塞です。ちょうどその時に親父が選挙出たんですよ。市議会議員に当選したんですよ。また指宿市議員に。多分そういうのも多分疲れてたんだと思います。まだ69でしたからね。普通に元気でしたもん。僕倒れる前の日電話来てますからね。あんまり親父から電話かかってくるとあんまないんですけど、市議の会合に初めて行く前の日だったんですよ。よくやりますよね。もう69でもうやらなくていいとこを一度言ったら聞かないタイプだって母ちゃんが言ってたんで、最後高森が好きだったっていうのはなんで南州ラーメンって言うんだろうって子供ながらに思うじゃないですか。当時聞いたらそう言ってたんですけどね。うわ、いい香りだこれ。すごい。そんな溜まってんすか、コップに。ちょっといいですか。おー、気持ちいい。最初の土台は全部自分が作ったんですよ。タレもスープも油も全て自分が考えて、担々麺のザージャン頭っていうんですけど、ひき肉、あれも全く平地の作り方なんですよ。それも僕が教えたんですけど、僕に教えてくれた人もいます。でそれも簡単に何ていうんですか、はいこれ教えますじゃないから、これ見といてじゃないですね。ちゃんとやってきて教わってきたから、そういうのを教わってるんだよっていうのは言い続けてきてます。だから教わるっていうことにちゃんと感謝しろって。なんか天気がこういろいろと起こる時にヤマトはいたので、いろいろと大変だったと思うんですけど、ヤマトだったら任せられるとは思うんで、顔つきも変わりましたし、ちょっと舐めてた感じもあったんで最初はちょっと半笑いみたいな感じ。学ぶっていうラインに行くのに1年ぐらいかかった。当時の癖とか常識とかをラーメン屋さんないし中村免三郎で学ぶにあたって、そこのスタートラインに至って、そこのすり合わせがめちゃめちゃ時間かかったです。こんぐらいでいいやっていうマインド概念がなかった。ないと言っていい。本当に忠実で、レシピに忠実で、真剣ってそういうことなんだろうなっていうのは強く感じました。大和さん、そもそも、なんで免三郎っていうか中村免三郎商店入ったんですか？でもなんかやっぱ塩と醤油がすごい刺さって、特に醤油食べた時ですけど、いい意味で僕の中ですごい暴力的というか繊細なんですけど、ワインでいうとフルボディみたいな、すごいなんかどでかい、丸の中に入ったようなイメージ。酸味も塩味も香りも本当醤油出してきてる。本当それで仕事辞めてほとんど家族の意見無視で。それマジで言ってます？いや、それガチです。なんて説明しました？いや、説得はしてないですね。もう
辞めてきちゃってるんで、なんかもう次男も生まれたばっかで、なんかすごい本人はテンパってたらしいですけど、何を考えてなんか自分が作るラーメンの礎をここで作りたいっていう。そこを意識して見てるから気づけるんですよね。何も感じなくて興味もなかったら、ただの作業でしかやってないやつだったら、そこのスープの表情を気にしてないから変わったとかも分からないですよ。実力以上のことは求めてないですけど、手抜いたりするとムカつきますね。お前絶対それやれただろっていうところ。大久保さん、はい、健太郎さんは厳しいんですか？厳しいです厳しいですか？はい、厳しいです。甘くないですか？甘くないですよ。まあでもそれは仕事に対してなんで、別にそれはまあ当然かなっていう思いはあります。やっぱりジェファー駅入ると違いますか？これは本当違うのかよと思いながらいつも撮るんですけどね。取手に入ったのが25、豚骨ラーメン屋さんで働きたかったです。親父のその、店を継ぐそういうのも頭には入ってたんで、そこで何か持って帰れるものを修行して実家に持って帰りたかったんで、最初に面接したのは日上さんだったんですよ。三上さん、はい、星野塾のマスターで、その時ちょうどラーメン博物館がオープンだったんです。でそれで日上さんはラーメン博物館の方に店長として行ったんですよ。日上さんがやっぱあっちでいろいろやってるんですよ。担々麺やったり、塩ラーメンやってたり、いろいろ限定ラーメンもいろいろやってたんで、休みの日に日上さんのところに行ってたんですよ。ラハブに自分の休みを使って、そしたら結構日上さん自分のこと買ってくれて、日上さんからも製麺も教わりましたし、そのチンタンの考え方だったり、タレの構成の考え方だったり、豚骨ラーメンももちろん教えてもらいましたけど、その時も本当あれですよね、やっぱりお金とかよりも技術が欲しかったですね。いろいろなものを知りたかったし、結局独立した時にそれが自分の給料になるわけなので、そこを磨いていかないとその修行の意味がない。やっぱりめちゃくちゃ忙しい中、朝から晩まで一緒にやれたっていうのが今となればやっぱりそれが財産ですよね。これ敷き詰めのこだわりあるんですか？もしかして。ありますね。なるべく均等に同じように火がこう対流するように、あとガナがやっぱり浮いてこないようにしっかり多すぎるんで水に浸かるように。木曜日どうしようかな。どんなのを作りたいですかね。なんか綺麗なラーメンとか。綺麗なラーメンではあるんですけど、やっぱりラーメンらしさ、やっぱり豚ですね。豚のそのコク、豚のコクっていうかそのラーメンのコク、自分のラーメンのコクとコク出しは豚が決め手だと思ってるんで。
塩ラーメンも豚をしっかり出すともうどっしりするんですよね。そうなんですよ、なんだこれって思ったんですよね。うち貝の出汁かなり入れてるんで、貝だ、貝とそのなんか豚のなんかが融合したのかな、あれは。それがまた豚を出すと貝が引き立つんですよね。面白いことに。なんでなんですかね、相乗効果はどうですか。チャーシューのタレプラスにこうなってでこれも入るんですか。はい。でこれが麺も水です。水。水の量より水入れる量より多いです。これ煮込んだ後捨てるんですか。食えないですかこれ。食えないですか。これも全部入れるんですか。全部です。これ焼き鳥にして売った方が売った方が全然ね。やめようかな。普通に焼いて食うとめちゃめちゃ美味しいでしょうね。美味しいですよね。美味しいです。もうだって塩をかけて。大地鶏ですからね。マジっすか。マジでこれ。ジェフは何種ラーメンでも来てくれたんですね。ジェフは毎回来るんですよ。ジェフはイベントのほとんど来たんですね。好きなんでしょうね。やべえ。三男坊です。一番怒りました。頭が悪かったからこれしかないと思ったんだと思います。豚骨なんかもここに来てこうして出すでしょ。だからああいうのもあんたが考えたのって言ったら当たり前よというかあんたさすがだねって言ったら今頃気づいたのって言うんですよ。私はもうそういうもうずっとハラハラして見てきたから大変なことはもう私が重々に分かってるけど、健太郎に体だけは大事にして、頑張ってほしいです。はい、よろしくお願いします。Steam rise
食人になって働いてこんだけのラーメン売っても何万円なんだとかもやっぱ分かるわけで、南州ラーメンがあって3人兄弟育ってきてるんで、そこのラーメンに対する感謝はあります。ここ最近だとやっぱり浅草橋の黒木さんとか、黒木さんのラーメンうまかったっす。めちゃくちゃうまかったですね。僕は塩食べて息子が醤油食べたんですけど、自分はどっちも美味しかったですけど、やっぱり醤油がまあ自分のラーメンのメインなんで、醤油も美味しいなと思いましたし、塩ももちろん美味しかったですけど、その一杯の中に特製頼んだんでワンタン入ってたりチャーシューが何種類も入ったりしてるわけですよね。なんか全てにこう技術を感じるというか、黒木さんの今までのあれがやっぱここに詰まってるんだなっていうのを感じましたね。もちろんすごい人っていうのはもちろん知ってるんですけど、丼一杯で感じるというものがあったですね。その人の存在価値がすごいですよね。この人じゃないといけないっていう人になりたいですね。絵描きさんなんですか？インスタでつながってる、多分つながってるんですけど、個展にもなんか飾ってくれてたんですよ、あれを書いてくれたやつで、勝手に書かせてもらいましたみたいな感じでラーメン食べに来てくれて、で、それ持ってきて絵を持ってきてくれて、もらってくださいね、ありがとうございます。でそれをまあ僕いただいて、あそこに飾るのが一番。そうですいや僕こういう旅がしたくてですね最高の旅になってますね。はい、そうなんです小学校の先輩後輩、あ、そうですね。なるわけ小中まで一緒ですね。これ全部食べられるんですか今？いや、ないです。あ、いつかやりますって書いてるんですねこれ。あ、そうです。ちょっといつかはい。一応限定麺あご当地の再現がしたくて。あラーメンムービーを少しご覧になっていただいてるって聞きましてさっき。はい。好きな回、教えてください。アジサイさんと、アジサイ。はい。あと雪国さんのやつはめっちゃ好きで何回も見てます。ありがとうございます。今後ともはいいろんなの作ってきますんでよろしくお願いします。はい。ちょっと熱い回になるんですかこの藤崎会は。そんなこと考えてるんですか。そんなことないですけど、みんなそうじゃない。